はい、こんにちは。今日はね、2024総集編、前編、やっていきたいと思います。いやー、今年もね、いろんなことをやってきたわけなんだけど、それらをざっくりまとめたような感じになってます。で、去年2023年の終わりくらいに空中遺跡とかが実装されて、その流れで今年は主にロケットエンジンを使うところから始まりますね。まあスピーディーに流していくので十分に伝わるようにはなってないんだけど、最近見るようになってくれたお客さんはまあいろいろやってんなーって感じで見てもらえばいいし、以前から見てくださってるお客さんだとそういやこんなことやってたなーって感じで見てもらえればと思います。ということで行ってみましょう。この第3本拠地は硝石が全然ないんだけど、じゃあどこに向かってるのかというと、第2本拠地。よし、これで材料が揃ったので実際に宇宙を目指してみましょう。ロケットエンジンは2つあるので、打ち上げ成功しましたって思ったんだけど、落ちてますねこりゃロケットエンジン3つで宇宙まで飛べたって話は聞いたことがあるんだけど、2つではやっぱり無理なのかな。これは今回も手詰まりか、取りに行けばいいのでは。この辺割といくつか空中遺跡があるんだけど、新たにロケットエンジン3つゲットしました。基本ロケットエンジン4つの構成を中心にエンジンの数を増減させたり、燃料を効率的に消費できるような配置を考えたりしてるんだけど、試行錯誤してる間に燃料を使い切ったロケットは手で外して軽量化するっていうインチキ臭いテクニックを身につけたので、よし、これで宇宙に到達することができました。で、宇宙に行けたからには次は月を目指したいって言いたいところなんだけど、まずはスタート地点に行く必要があるんだよね。ベースにするのは以前作ったグライダー。よし、これで試してみるとちょっと無理があるかな。まあなんやかんやってやっとまともに話ができるレベルになってきたので、まずはロケットモードで空気抵抗の低い上空に上がる。そして上空で燃料が尽きるとロケットをパージしてグライダーモードに切り替わる。何回か試してるとグライダー本体にも何らかの欠陥というか見落としがあるみたいで、どうも後ろ向きに進みやすいみたいなんだよね。最終的にはグライダーモードの時は機体の向きを後ろ向きに変えることで解決してます。そんなこんなでずっと試してるんだけど、この辺が限界か。とりあえず歩いてみましょうか。しばらく歩いて
何も手がかりがなかったら諦めようとも思ったんだけど、第一本拠地に到着しました。で、ここからさらに以前使ってたドローンブースターで飛んでるわけなんだけど、とにかく無事にスタート地点に到着しました。よし、じゃあこれで月を目指して、燃料もロケットエンジンもないのでもう何もできないですねとりあえず前回の第2本拠地を出発する前まで戻って、ここからさらによし第3本拠地に到着したので、計画を実行するための作業を進めていきましょう。で、まず運搬に何を使うのかというと船で、この船がね今プロペラ式のモーターで動いてるんだけど、この前作った潜水艦、こいつを船の動力として搭載します。あとやり残してたこともあるのでちょっとあっち側に向かいます。よし、空中遺跡に到着しました。これでやっとヘリが回収できます。いざ。よし、次は第2本拠地に向かうことになるんだけど、大きな問題はなさそうなのでいざ出航。今回の月旅行計画の最終目的地はこの世界のスタート地点なんだけど、それが第2本拠地って呼んでるところからはるかこっちの方向にあります。で、前回あさっての方向の第3本拠地まで行ってたのはまず船を取りに行ったのと、主に電気系統の部品は第3本拠地に置いてあるのと、あと自爆ドローンスポナー、これらの回収が目的でした。で、直線距離で言うとここ左に曲がった方が良さそうに見えるんだけど、ここは右側を迂回します。こっちにも少し浅瀬があるのが分かってて、目で見た感じダメかもしんないギリいけますね。それはいいとして、前回ヘリから移植したプロペラがね実はあんまし効果がないみたいなので、まあこうやって置いとけばまた来た時にすぐヘリが作れるんじゃないかな。重要な荷物はいくつもあるんだけど、まずグリーンスライムで、同じくニトロセルロースの材料の一つであるイエロースライム。よし、まだ荷物はあるんだけど少し場所を移します。この山の上にこの前使ったロケットグライダーが置いてあるんだけど、こいつからロケットエンジンとニトロセルロースを持っていきます。で、最重要な資材の一つが硫黄。よし、ではいよいよスタート地点に向けて行ってみましょう。で、来た時のルートはここから左斜め方向から来たんだけど、今回は目的地となるスタート地点までほぼこっちに直線方向ってのが分かってるので海を突っ切ります。そんなこんなでよし、スタート地点に
到着しました。月が見えるこの世界の始まりの地にたどり着いたので、いよいよ月を目指したい。まず必要になるのはロケットエンジン。今回は3つで挑戦してみます。ひとまずこんな感じに。なかなかいい感じのスタートですね。一応燃料も段階的に消費してるし、まあ一発目にしては上出来だったし、あとは燃料をうまく調整していくところなんだけど、よし、いざ。爆発するときとしないときがあるので、まあうまくいくときの方が多いので、あとは回数こなせばいけるんじゃないかって思って続けてると、宇宙に到達しましたはいいんだけど、推進力になるものが何もないので、もう何もできません。これね、もうちょい月の近くに行ければ月の引力で引っ張られそうなんだけど、これ映像では分かりにくいんだけど、月の下の面に頭がくっついてる状態です。とにかく登っていくと、よし、月面に上陸することができました。重力が弱いだけあって、ちょっとジャンプしただけでかなり飛びますね。よし、いろいろ遊べそうなのは分かったんだけど、いずれ資材を持ってくるとして、今回はひとまず地上に戻ります。月で遊ぶための資材を持っていくにしても、今すぐそれをできるような気がしないので、それよりも久しぶりにスタート地点に帰ってきて、この近辺でどうやって生活していくかっていうのをあんまし考えてなかったので、今後何をするかを考える前にこの辺をざっくり探索してみようってな趣旨になってます。まずは第一本拠地の方に行ってみようかな。普通に歩ける距離ではあるんだけど、はい、タケコプター。まあせっかくなので使ってみたんだけど、ぶっちゃけ歩いた方が早いかな。よし、ここにはドローンブースターを置いてあるので、この先はこいつでお散歩します。ちなみにここには初めて作った車があって、こいつも今の技術で改良すると面白いかもですね。で、この島はあまり戦いたくない時にのんびり滞在するにはいいかもですね。よし、こっちの島はだいたいお散歩できたので、次はあっちの島に向かってみます。では出発。まあとにかくちょっとお散歩してみましょうか。実際適当に歩き回ってみたんだけど、特に目立って面白いものがないというか、第一本拠地の島と同じような感じです。さすがに歩き回ってばかりで疲れたので、ここで飛行機を作ります。こいつで残り半分をざっくり見に行ってみましょう。で、島の残り半分は、
風車がある。ということは、電気系統の部品が欲しくなった時の選択肢が増えましたね。で、肝心のスタート地点の島がね、割と近くに空中遺跡があるんだよね。あの上に何か建物を作ろうと思ってるんだけど、そのために必要な資材を持っていきたい。まずこの前使った宇宙ロケット、こいつを分解して使うことになるんだけど、さっきの空中遺跡の下のあたりまで部品を運びます。では実際に組み立てていきます。燃料は後でバランスとか見ながら調整するとして、試しに人間が乗って飛んでみると、これも問題ないですね。目標地点をはるかに超えていきましたよし、じゃああとは荷物を積んでいきましょう。さすがに重そう。いけるか？ダメか。ここから調整していきます。まあ何度もやってると操作にも慣れてきたので、よし、なんとか乗れたか？乗れた。よし、空中遺跡に上陸することができました。じゃあ引き続き持ってきた荷物で何か建物を作っていきます。これで壁とかを作っていって、ちょっとした展望台みたいな建物を作っていきます。なんやかんやってとりあえず展望台が出来上がりました。今回メインだったのはロケットを使っての荷物の運送。この技術はいずれ宇宙に荷物を持っていくくらいに発展させたいと思うんだけど、それを実現するのは当分先になりそうですね。まあロケット自体まだ十分に扱ってないので、いろいろ試していこうと思うんだけど、ロケットは水中でも動くってな特性を全然使ってないんだよね。前回持ってたニトロセルロースを全部使っちゃったので燃料を作るところからですね。よし、ひとまずこれだけあれば大丈夫かな。とりあえず今取ってきた硝石でニトロセルロースを作っていきます。よし、これで実際にマリンジェットを作っていきます。飾り付けとかは後で考えるとして、早速水の上で動くかどうか試してみましょう。では試運転。私の視点ではこんな感じなんだけど、一気に隣の島までたどり着くことができました。本当はね、適当に海で遊べたらそれでよかったんだけど、予定を変更してこっちの大陸に進出してみようかな。よし、そうと決まれば荷物を積んでいきましょう。イエロースライムもしばらくいないと思うので、補修材も持っていこうかな。いざ。結構いけますね。この辺でいいか？よし、これで無事にたどり着くことができました。前回たどり着いた未開の地で敵を倒すための武器を作りたい。とりあえずこんな感じで小さい爆薬にタングステンをつけてみました。これで撃ってみると、
ちゃんと飛んでダメージが入りました。ここから弾をばらまくような形にしていきます。割ってきた石のフレームに弾と導火線をくっつけていってできました。銃というよりかは弓みたいな形になってるんだけど、試しに撃ってみるとちょっと厳しい予感がするとりあえずこれで試しに戦ってみましょう。やっぱ反動が大きすぎるか当たってる球もあるんだけど、まずダメージが圧倒的に足りなかったので、球の強化、球の角度もおおむね前方向に向けときます。よし、これで再挑戦。割ってるかな。壁を破壊したことは確認できたので、よし、これでドローン基地を制圧できました。これは前回の前半で使ったショットガンの試作段階のものなんだけど、爆発の反動で吹っ飛ぶ力と手で引っ張る力がある程度均衡した状態だと、こんな風に一旦前に飛んだ後で戻ってくるってな動きになります。爆薬の量は悩みどころなんだけど、とりあえずこれでこいつをコピーしてもう一個ダブルパイルバンカー、おりゃおりゃ、この左右の肘をぶつけた時に石と鉄がぶつかった火花で着火するっていう設計なんだけど、見てる通り成功率が低くってちょっとこれはダメかなとはいえどうあっても戦いたい一応殴り武器としてはある程度使えることは分かってるんだけど、実戦で動きながらだとギリギリ使えないですねもう一丁、よし、今ので壁を破壊できました。あっちに見える風力発電機をピャーって飛んでいって一撃でぶった切りたい。とりあえず操作方法としてはまず上に上がってそこから横移動に切り替えるってな方法が良さそうですね。本体と人間の重さを引くと積める燃料は最大でも30キロくらいなので、試しに適当な量を減らすのと大きさが違うものに分けて段階的に消費できるようにしてみると、さっきよりもスピードが速いですね。とにかく実際に戦ってみましょう。雷の呼吸1の方、歴々一戦。惜しい歴々一戦。2撃目にして風力発電機をぶった切ることができました。前回手に入れたモーターで最小クラスの乗り物を作りたい。今回は一輪車みたいな形状でコンパクトに作りたいってことで、
軸を固定してモーター本体を回すってな手法を取ります。よし、じゃあこれに乗ってどこまで行けるか行ってみましょう。で、この段差とかをものともしない意外な走破性一輪だとシャーシがないのでどこにも引っかからないですね。最後にあの橋を渡れるかどうか行ってみましょう。いざ。無事に渡りきることができました。このリゾート地でのんびりとしたクルージングを楽しみたい。よし、ベースはこんなもんかな。ここから甲板の補強をしていきます。あとは屋根をつければ。よし、まあこんなもんでしょ。おー、もしかしたらいいんじゃないか。あれ、この辺から深くなってるから棒が届かなくなってますね。おとなしく動力を積みましょうか。前回使った電動一輪車、シンプルに回転するだけの装置なので、こうやってパドルをつけるだけでひとまず動きますね。よし、問題なく動くところまで確認できたので、あとは荷物をいろいろ積んでいきます。いざ。周りの風景を見ながらのんびり移動できるのがなかなか気持ちいいですね。荷物を十分に積めるキャパシティはあるので、いろんなものを集めながら歩き回るのに適した乗り物みたいな感じですね。日も暮れてきたし、この辺に停泊しましょう。よし、リゾートクルージングの締めくくりに花火でも打ち上げましょうか。たまやー。この辺は敵の施設がいっぱいあるので、そいつらをやっつける武装が欲しい。過去にもオリジナル武装は作ってるんだけど、砲爆式の基本コンセプト通り半身を囲うような形にして、まあ攻撃力は十分にあることが分かってるんだけど、自爆ドローンか。まあ自爆ドローンは爆発するといなくなるので、一発耐えれば OK。 いざ。これでもダメかどうするかは一旦置いといて、次はあいつを狙ってみます。とりあえず一撃でへし折るところまではいいんだけど、ビーム砲がへし折った柱の隙間に入っちゃったりして、こうやってビーム砲を拾って叩きつけるのが最適解ではあるんだけど、少し地面を叩きやすいように微調整していってます。こういうのは実戦で試した方が分かりやすいので、やっぱ大きい武器の特性として細かい操作が苦手なのはしょうがないかな。今回は前回の武装を分解して作っていくんだけど、どうしよっかな。今までの工爆式みたいな防具に武器がついたのと一味違って、
武器に防具がついたみたいな形になってるんだけど、なんとか武器として使える感じかな。あとは慣れでなんとかカバーできそうな気がする。一応ドローンを倒せるところまでは確認できたので、いよいよ前回手こずらせてくれた自爆ドローン、こいつは突っ込んでくるだけなので、うまく先端に当てれば、まあ武器はまだ普通に戦える状態だし、前回言ってた通り一発耐えれば OK で目的は果たしてるんだけど、なんとかぶん殴りたいんだよねよっしゃ、これで自爆ドローンを倒しました。まあ若干グダグダしつつもドローン基地も無事制圧しました。ここで特筆すべきポイントは、ほぼ同じ材料で作ってるので、前回の竜装に組み替えることもできます。防御寄りに調整してる竜装と攻撃寄りに調整してる竜尾を状況に応じて切り替えるってなことができるのが、この2つの武装の特性ですね。さっきのは竜の鱗をつけてるようなイメージだったんだけど、炎をイメージした飾り付けにしてみました。さっきより使いやすくなったので、この大きさの割にはかなり動けてるんじゃないかな。ちなみにこの後組み替えた竜装で風車を破壊しました。前回問題点が目立つような感じになってたんだけど、ちゃんとうまいことビーム砲が地面に落ちてくれれば、しゃがみ込んだ状態で突進するだけで破壊できたりします。まず土台はドローンで作ろうと思っていて、足のパーツはどうするのかというと、じゃん、この前作った電動一輪車、こいつを流用します。で、足にちょうどいい大きさの部品を用意して、だいたいこんな感じかな。途中でも試運転しながら進めてるんだけど、かなり形になってきました。っていうかね、さっきまでの状態でもかなり立ちコマっぽかったとは思うんだけど、さらに立ちコマっぽくなりました。今回は4つのモーターを搭載した乗り物で、バックギアの実装ってのが私の中のメインテーマだったんだけど、まあなんとか動かせるってくらいですね。乗り物としての性能はいまいちなんだけど、若干の荷物を詰める電動台車みたいな使い方はできるかな。最近作ったいまいちアイテムを合体させて超兵器を作りたい。まずベースにするのは前回使った立ちコマ。よし、足ができたので、次は腕。これはパイルバンカーを使います。で、次は武器。これは竜尾と竜装を使います。よし、これでメインパーツを一通り乗せた状態。とりあえずこれで試運転いざ。意外とまともに動くよし、ではこれで行ってみましょう。なんかめちゃくちゃ強そう木を
なぎ倒してるだけなんだけど、絵的にかなり面白いですね思ったよりもデザインがまとまったってのと、思ったよりも面白い映像が撮れたので実用性はともかく面白いアイテムとしては私の中では最上位ですね以前作ったドリル戦車、こいつを今の環境で作り直したい。で、まず作り直すのは足。ちょっとした石なんかだと壊れないし、なんなら踏み潰しちゃいますね。よし。で、実はドリルのベースになる部分はもう作ってって、じゃん。以前作った潜水艦。よし、動作も問題なし。あとはこいつに鉄の刃をくっつけて、あとは装甲を作っていきます。なかなか独創的な色合いによし、まあとにかく行ってみましょう。おー、なかなかいい感じに仕上がりましたね。実践向けとして搭載したい機能のうち、まだ実験してない部品がいくつかあったりするので、それはまた今後の楽しみで置いといて、まあそれなりにうまくまとまったんじゃないかな。全体的な構造としては、プロペラが2枚左右で回るようにしたいんだよね。まあとにかく、はい、タケコプター。同じように反対側も作って、よし、じゃああとはスイッチとか外装とかを作って仕上げていきましょう。なんやかんやっていろいろ調整していって、よし、これでいけるか。いざ。おー、飛びましたー特に大きな問題もなく安定した飛行ができてるんだけど、まあまあ実用的に仕上がったんじゃないかな。ひとまず止めるところまでは確認できたので、これでスタート地点まで戻って資材を運べるかどうか。よし、ではいざ。なかなかいい感じに飛べてますね。ちなみにスタート地点までは言うほど離れてはないんだけど、ここを越えると左手側に見えてるのがもうスタート地点の島ですね。で、この下に停泊してるのが最近出番のない一番艦なんだけど、将来的にはこの V ドールを乗せるつもりはあるんだけど、今はその辺の無難な場所に着陸しましょうかね。あとは荷物を持って帰りましょうかね。絶対に使うものとしては補修剤なんだけど、いっそイエロースライムを連れて行きましょうか。よし、いざ。飛ばないひとまず荷物を半分くらいにして、これだとちょっと重くなった手応えはあるんだけど、ちゃんと飛べますね。実運用試験としてはあまり重たいものは無理っていうデータがひとまず取れたってところかな。とりあえずこれであっちに帰りますか。ちなみにあっちとかいう言い方だと将来的に分かりにくくなるので、リゾート地とでも呼びましょうかね。
弱を切り替えれるように作ってみます。やっぱしこういう仕組みの接触は難しいな。レバーの高さが一番下がオフ、2段目がメインのみ、3段目がメインプラスサブ、最後にサブのみってな切り替えになってます。次は機体の耐久性アップ。このプロペラの周りにバンパーみたいな感じでぶつかりにくいようなパーツをつけていきます。次はプロペラを強化していきます。今2枚組で組んでるのを4枚組にしてみましょうか。よし、こんな感じかな。おー、飛びましたー。もうちょい調整する必要はあるとして、まあこんな感じでしょ。で、予定してた改良がまだ残ってて、それは発電機の搭載。これで試してみると、おー、飛べましたー。むしろ前半分が重くなった分、安定性が上がったかもしんない。この機体は電池をいっぱい使うので、予備バッテリーを用意するのも難しいんだけど、それを火力発電で補うことで長時間の飛行ができるっていうメリットを得ましたね。ということで2024総集編前編やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。前編ではね、スタート地点まで戻ってきた上で隣の島にプラッと行ったんだけど、この後ほぼ定住することになるんだよねまあとにかく次回は2024総集編後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。